武闘とは突っ立った死体である、感受性も書き換えられたみたいな。拒否反応ってある。武闘は死んだとこから始まるんです公開できんのかこれフラメンコダンサー永田健です。よろしくお願いします。今日はですね、対談第2弾ということで、舞踏の方をお呼びしております。と、いらしい方が来られました。白塗りで登場いただきました正道さんです。よろしくお願いします。はい、ですね、アンダーグラウンドな舞台で共演しまして、そこで初めてお会いしまして、今年の1月に、グラナダ在住のですね、石川綾子さんという方が講演をしまして、スペインからですね、有名なラファエル・マルトスという踊り手を呼びまして、その講演になんと柴崎さんも出ておりまして、講演はいかがでございましたか？やってこれで白塗りして喋ってておかしくないんですかね。大丈夫だと思います。はい。あんまり白塗りで喋るってね。どういうふうに存在していいのか。2回目なんですよ、ラファと踊ったのは。あ、そうなんですね。ベテネラをやりたいと。暗い曲なんですそうですね。はい、今年の1月に、はい、今度は本格的に劇場で、はい、ベテネラを踊ると。僕もこの公演見させていただいたんですけど、不思議とフラメンコの中に違和感なく存在してまして、フラメンコの曲で舞踏を踊る。もともとフラメンコはすごく好きで、スペインも何回か行って、タブラをはしごしたりね、マドリッドで。舞踏家ってかなりフラメンコ好きなんですよ。そうなんですね。私が所属していた集団で、酒を飲んで夜中に稽古が始まるんですけどフラメンコの曲で稽古したりとか、フラメンコの情熱的な、燃えたぎるような、スピリットが、舞踏のスピリットと非常に似ている。だからその違和感はない。ラファの、アルマを私が演じるっていう。魂広くなっちゃうんですね。魂白いんですね。そう、アルマなんですよって。まあ日本で言えば言う霊みたいなもんですかね。なんとなくね、霊みたいなのはスペイン行った時にちょっと覚えて。ちなみにフラメンコと舞踏の共通点とか。舞踏も何から始まったとかっていうと、死体なんですよね。舞踏を作った土方が言ってたのは、舞踏とは突っ立った死体である。フラメンコでいうデュエンネ、悪魔ですか、魔ですか。舞踏も生身の人間というよりは異界にいる存在。舞踏は死んだとこから始まるんです。それはなぜなんですか？舞踏って気持ち悪いもの、変なもの、異なるもの、世間からははみ出したものをテーマにすることが多いですね。死体っていうのはその一番象徴的なアウトロー的存在、かつ目の前に出てきたらびっくりするしそうです。僕は子供の時、家族の死は、じいさんとかばあさんの死を見てるので、身近、逆に言えば死はそんなに遠くない。死そのものをやるわけではなくて、死という概念を象徴的に取り込むみたいな感じですかね。なんか悪いもんが来ちゃったりとかしないんですかね。霊が。いや、どんどん来てくれって感じです。どんどん怖くない。日常だったら嫌かもしれませんけど、舞台表現であればどんどん来てほしい。例えばお岩さんの舞台をやると霊が来るとか。そんなとは違う。人間が思考停止しているような、もう健在意識をひっくり返すために死の世界とつながるみたいなものですから。
死の世界とつながることで生を意識するということです。まあ本当の生死じゃなくてファンタジー的な死かな。ファンタジーの死って何ですか？社会のしがらみから完全に、トリップするには死というモチーフを使ったりするのが表現をかきたてるっていう感じです。早稲田大学時代に見たんですか？そうです。演劇やってたんですね。劇団が早稲田にいっぱいあって、が有名なマロ・アカジさんという人が舞踏の集団を立ち上げたらしい。見に行こうぜっていうことでみんなで見に行ったのが初めて。恐ろしく面白かった。非常にインテリジェンスにあふれたお化け屋敷みたいなことでもあるかな。もうそれでいきなり舞踏の世界行かない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 。演劇やろうとしてましたから、白塗りとか金粉で塗って、動かないっていうかね、もうショックですよ、ショック。見たことのないものを見て、その表現にまずショックを受けて、最初に見て半年ぐらいしてから、習いに行って、簡単に感動したっていうことを超えたようなことがあるんですけど、思考が変わってしまったような、感受性も書き換えられたみたいな、非常にショッキングな体験が根っこにあって、徐々に深みに入っていって、ショッキングな出来事をもう一度見たいとか、やりたいとか、なりたいとか、そういう気持ちがずっと持続するので舞踏を続けているっていう。ちなみに一番ショッキングなのは何ですか？ダンスランマシーンという集団があって、田村哲郎という人の踊りですね。手の届きそうな日常性を持ちつつ、でも神秘的な距離感はあって、昔懐かしい感情や存在に包まれているような気持ちになっていると涙が出てきた。それが一気に出てきたっていう感じなんですね。何が起きているのかなって見てる、物体のように落ちてきたみたいな。で気が付いたら周りみんな泣いてるって。涙腺を返してないみたいな。ここら辺からボロッと泣いてるみたいな。魔力っていう意味ではフラメンコも若干そういうところあるんですけど、似てるんでしょうかね。心をぐっと静かにされるっていう、普通の生理じゃないわけですよ。だから踊りとかダンスの類じゃないんじゃないでしょうかね。根本的には文学、言葉に非常に影響されてるっていう。舞踏を作った土方っていう人がボキャブラリーをとても持っている人で、舞踏的な文学作品をいっぱい残していて、言葉があってそこから舞踏が出てきたっていう、やっぱり言葉を先に作って踊りを作ることが一番いい創造的な作業ができる。去年これ講演した時にこの詩を書いて踊りました。本物の夢を見た。読まなくて読まなくてもう音楽でモチーフはできるけども、一つの作品作るとしたら言葉で、下支えすると広がりと根付き方が違う。ちょっとこれを見てですね、舞踏を始めるなんかメッセージってありますかね。結構拒否反応あると思うんですけど、大体白塗りしてびっくりするでしょうしね。結構海外でブームになっているっていうところもありますし、舞踏っていうのは日本で生まれた踊りなんですよ。やっぱり日本人が一番舞踏を表現体現する。日本人の体、日本人の感受性を活用できるダンス。海外の、バレエや、コンテンポラリーやジャズダンスありますけど、日本人が想像した日本人の
身体表現っていう位置づけははい独特のところがあるので、そういうところに若い人もチャレンジするのは、とっても意義があるんじゃないでしょうかね。わかりました。じゃあ早速ですね、先陣を切って私がチャレンジしてみたいと思いますので、その最初に習う基礎みたいな動きとかってあるんでしょうか。まずは立つことですね。はい、わかりました。じゃあ立ちましょうか。はい。立ちます。まずは、形から入るということで、私も白塗りチャレンジしました。死にそうな男で立ってみましょうか。死にそうな死にそうなやつ。息しないように。ずっと止めてるんでしょうか。10分ぐらい息止めてみましょうか。動いちゃダメですよ。微動だにしない。形作ってみますか。指でなんかもがいてるみたいな。息止めて。喜びが湧いてくるようないい顔だなそれ。なんか大敗的な方向に行きたい。顔を作るんですか。仮面を作るね。白にさっきよりいいな。本当ですか。いいね。そういうやつが歩いてたらびっくりするでしょ。ね。で、そのままね、そのまま動かない。足元以外は動かないよ。違う顔にしていいですか。変えない方が変えない方がいいんだけどね。次はちょっと死体的な状況になりますよね。開いてる。白目が見える。白目はどうやって見せるの。白目は自分の頭の中を見るね。するようにしか見えない。じゃあ寄りですか。それで歩いてよ。なんか来た。来てはないです。仮面をまず顔だけなんですけども、顔を作ると仮面をかぶると体が仮面をかぶるといいますかね。体が一つ形が出来上がりますから、今度は今はそれを運んだんですよ。歩いたというよりは。次に仮面に表情をつけてみましょうか。はい。で、さっきの寄り目の顔、それが笑ったらどうなる。はい、笑い続けたらどうなるんですか。もっと笑ったら、それが変化していきませんか。笑った顔が変化する。何かに変化しない。怒りに変化してきた。喜怒哀楽やってみよう。喜怒哀楽。笑いが怒りに変化し、怒りが悲しみに変化をする。今何やってんの。愛のいきますよ。やりますよ。
れが基本なんですね。基本。そろそろ踊ってもいいですか？今のが踊りなんだよ。今のが踊りなんだよ。ちょっとこれはもう出ましたね。舞踏のもう一つ基本的なテクニックは痙攣です。痙攣。はい、痙攣してください。一瞬じゃねえかよ。持続的な痙攣を。皆さん、痙攣ってなんかちょっと痙攣してる人いるじゃないですか。なんかこ見たことないですけう、どね。こういう。痙攣でいいですかね。顔仮面かぶってガチッとしてガチッとして痙攣してああそう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 おう笑ってみようかああいや今笑いながら泣いてるよいいねいいそれでフラメンコの曲でやってみよう一緒にやっていただけるんですかね。一緒にやってこの音で何を表現するんでしょう。今の痙攣をして泣いてたんで今、で笑ってたの泣いてたの一緒になってたから痙攣して仮面運べればいい動きは痙攣俺入って絡んで、だからすごい課題を課されました。コラボ頑張ります。正確に痙攣を忠実にやる忠実にそうやんないまだ
表情喜怒哀楽と痙攣と上下動のすり足っていうやつすり足だとこうなるかな。練習でよく言われるのは引かれてるっていう。で速度は基本的には遅い。ちょっと「わ」っていうなんか「わ」大技一個なんか変な人、もう変な人が舞台になってくるとおかしいですよ、おかしいから変な人やってるいやちょっと日本でですねください。ちょっと今志村けんさん大変なことになってますけど、ちょっとあの人そういう要素を入れてるんですかね。もう、近しいものを感じますね。これとフラメンコを組み合わせたらどうなんだかちょっと僕には今だ想像がついておりませんが、変な人やんないの？やるんですか？いや、どれが変な人？とにかく変な人。お笑い的要素っていうのはすごく重要なんですよ。ちょっと志村けんからいただきましょう。一つここをくっついてると思って、いや引っ張られてると思って俺についてきてもらえますか。はい、集中力が使いますね。そろそろ最後。変な人とフラメンコミックス。僕がやるんですか？変な人がうまい、フラメンコうまいって感じ。変な人のまんまフラメンコやる。なくていいのか。
公開できんのかこれ。こんなの公開されちゃったらちょっとイメージが崩れるよな。写真撮ってます。撮れました。写真送っていいですか。こんなに。ちなみにこれ全身塗ると何分ぐらいかかるんですかね。まあ30分はかかりますね。